グラン。あんこを乗せたら美味しいわ。コーヒー頼んでコーヒーしか出ないんじゃないか。名古屋に向かってます。名古屋に向かってます。今静岡。景色が綺麗です。そうやね。と言っていたらトンネルに入ります。明るい。明るく撮れるね。最近のスマホは。いや、ここのトンネルも明るいよ。電気いっぱいついてるもん。そうだね。さすが新東名。新東名もさ、外は結構暗いよ、夜。夜ね。新名神と新東名どっちが暗いって感じ？新名神はマジで暗い。暗すぎる。暗いよね。暗い。夜とかめっちゃ暗いもん。だからトラックしか走ってないもんね、新名神は。走りやすいけどね、ここで節約みたいな感じだよね。そうだね。静岡まで3キロ、静岡まで行くかな。グラタンコロッケマ温めてもらいました。いただきます。コロッケグラタン。美味しい。グラタンかどうかはよくわからない。芋っぽい。芋、じゃがいもコロッケだよね。柔らかい芋。グラタン芋。あれが入ってる。マカロニ。シャワールームとコインランドリーがあるんだって。シャワールームはたまになんかサービスエリアあるけど、コインランドリー誰よ？長距離トラックの人よ。多分そうだよね。でもさ、高速道路のさ、ホテルとかあるじゃない？あのね。なので大型トラックが止まれる高速道路じゃないと選択できない人がいるっていうことだよね。高速道路生活。骨盤が潰れちゃうんだって。座ってると上から圧力がかかるから骨盤がこうなってんのがこうなっちゃう。それは車じゃなくても？車じゃなくても。だからずっと座りっぱなしじゃなくて30分に1回立って3分ぐらいはちゃんと立つとかしないといけないので。それで予防できるの？だといいらしいよ。あ、そうなんだ。なるほどね。でもね、長距離ドライバーはそんなこと言ってらんないもんね。言ってらんないよね。伊勢湾岸に入りました。スタジアムの近くこんな感じの。あった。スタジアム出るとこれ見えるよね。それじゃあ名古屋飯をね食べていこうかと思うんだけれども、おうちモーニング風。まずはねトースト、そしてトーストにこんなオグラーンやっちゃいましょうという、そういう考えでございます。というわけであんバター、パン焼いていこうかね。焼けるのを待つ間にわざわざね F コさんがエブフリャー作ってくれたので、エブフリャー食っていきたいと思います。残念ながらハンコが足りなくて、半分はエビフライ、半分はエビ天。エビ天、エビ天もいいじゃん。エビ天はあるよね。ソースよね。つゆの方がいいかな。つゆない。つゆないか。美味しい。美味しい？キリッとしてる。名古屋モーニングでエビフライは出てこないからね。皆さん、さすがに。でも、名古屋のモーニングっていうとさ、まずトーストだよ。トーストと卵、ゆで卵が出てくるんだよね。しかもただで。コーヒー頼んだらパンと卵ついてくるんでね。コーヒーだけにいいな。
米田とかさ、結構あちこちにあるから、なんか名古屋式モーニングってなんか馴染みがあるのかなみんな。あと福岡のモーニングで別料金を取るっていうお店も来るんだよね。そうだね。名古屋式モーニングの真髄はただでいろいろ作れる。そうだね。サラダつくとこもあるし、ヨーグルトがつくとこもあるし、だからカフェが多いよね。カフェ多いね。で、年配の方でも結構カフェに行くんだよね。行く。名古屋っていうとカフェじゃなくて喫茶店なんだよね。あ、やった。タヌキの色が好き。キツネではなくタヌキ。あ、結構本焼け、しっかり焼け。バターを、マーガリンなんだけど。最近は鯛のバターを後乗せっていうのがパン屋さんだと、おしゃれカフェで結構なお値段するところが、先にオブランを乗せて、でその上に薄く切ったバターを乗せて、バター自体の油気と風味を楽しむ。小倉トースト、名古屋の小倉トースト有名だと思うんだけれども、そんなに一般的小倉トーストモーニングで食べるの？私小さい頃からあって、喫茶店にがっつり乗せていいんだよ。喫茶店にね、乗ってくるところもあれば、セルフで乗せるところもあったりしてたのね。今衛生上の問題でそういうのちょっと減ってると思うんだけど、ほとんどないと思うんだけど、テーブルにバター、ジャム、小倉っていうのが置いてあって、もうなんだ、その食卓園がのテーブルに乗ってる感覚であんこが乗ってる。そうそう。焼けたトーストが来て自分で好きなのどうぞっていう。なるほどね。いただきます。今日は小倉の日。甘いんじゃない？甘い。甘い。それよりかはマーガリンというバターのね、しょっぱさが先に来て、美味しいよ。美味しい？美味しい。久々に食べたけど、美味しいね。好きだもんね。バターと。そうなんだよね。あんパンと好きだよね。あんパンとか買うもんね。このバターを塗ってあるっていうのがいいんだろうね。そうだね。しょっぱさ、しょっぱさ。しょっぱさがいいアクセントになって、油気と塩気。そう、油っ気と塩気でいい感じのパワーバランスがあるよね。美味しい。そしてこれも乗っけちゃいます。ホイップクリーム。これは間違いないまさだと。っていうか、あかんのぜ。あかん。これパン美味しい。さすが F 子ママ。これね、本間パンって書いてあるじゃん。この本間パンはさ、米で直してる。そうなんだ。しっとりして美味しい。どうですか？美味しい。贅沢な甘さになったね。J さんの入れたコーヒー美味しいです。ちょっとスーパーで見かけて、味噌うずら串。どんな味かね。なるほど。味噌の甘さが、味噌カツ？味噌カツのソース。口に入れた瞬間は、味噌カツかな？頭が錯覚するぐらい。でも卵。実際名古屋人、味噌カツをどれぐらいの頻度で食うもの？カツといえば味噌みたいな、そんなところないよね。いや、わかんない。その過程によるからわかんないけど、つけて味噌かけて味噌、で手軽にカツに味噌がかけられてしまうから、なんだったらカツじゃなくてもあれかけるみたいな感じの、そういうソース感覚で使える味噌調味料あるよね。うちは味噌おでんをやった時の煮込んだ味噌の残りがあればそれを活用で食べるということはあるし、作る人が好きじゃないとなかなか出てこないよね。そこだね。ちなみに大阪のカツは？大阪のカツといえばもうソースでしょ。それもやっぱり家庭だよね。大阪のカツのソースっていうとシャバシャバなんだわ。ウスターみたいな。だってこういうやつ？
うん、そうだね。伝統的な串カツ屋さんとかだとさ、容器に入ってるわけよね。そのソースが。でそれにつけて食べるわけ。そう、だからシャバシャバなんだよ。そう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 。なので、多分ポピュラーなのソースはウスターソースみたいなシャバいやつだと思う。でも、うちの実家は甘い系が好きだから、甘いよね。何でもお好み焼きソース。お好み焼きじゃなくても、カツもお好み焼きソース。うん。たこ焼きもお好み焼きソース。うん。名古屋の味って濃いから、関西の人は好きじゃないっていう人が多いんだけど。俺は好きだ。俺はもう慣れたというか、飲めるんだけどさ、最初名古屋のお味噌汁、赤だしじゃん。それが苦手だった。合わせがないかな。色が苦手。味、しょっぱい感じがする。確かに関西の味噌汁は甘いんだよね。甘みがあるんだよね。そうだね。あとあんかけスパ。あんかけスパね。一応名古屋飯だけどさ、名古屋飯の中では影薄くない。好きとか嫌いではなく、なんかあんまり食べる機会がないかな。もう一枚食おうぜ。二人で半分こしようよ。天むすの方が万人受けするよね。受けるね。っていうか東京にもある天むすの店。売ってる？売ってる。美味しいよね、天むす。買ったことない。おむすびだと思うとなんか高い。そうなんだわ。そうなんだわ。でも美味しいのよ。卵と食べてみて。いただきます。お腹いっぱいやったら俺食うかな。いただきます。名古屋だわ。味噌カツ感すごいある。ない？そうね、わかるけど味噌カツだとは思わないかな。そう。俺脳に味噌カツ浮かんだからね。衣とこのそうこのその味噌ソースで豚バライメージできてたからね。コーヒーに入れちゃおうか。ありがとう。あんこをのせたら美味しいわ。名古屋弁。あんこ。あんこだ。あんって下がるんやね。あんこじゃない。薄めにと思ったのに気がついたらいっぱいにせちゃった。あんこ？あんこ。喫茶店に行くとさ、コーヒーと一緒にさ、そう豆菓子出てくるよね。ピーナッツだったりとか、なんかコーヒーの音が出るね。コーヒーに合ってるのかどうか俺には分からない。合ってると思うよ。ピーナッツ？ピーナッツ。合ってる。嫌いじゃないけれども、最初そういう喫茶店とかで豆菓子出てきたりとか、なんだこれと思った。頼んでないのになんか来たみたいな。ねえ。サービスですとか言ってくれないのね。言わないね。当たり前だからね。当たり前だからね。反対になるような人が別のところにいて、豆菓子ついてないんだみたいな。コーヒー頼んでコーヒーしか出ないんじゃないかってさあごちそうさましましょうか。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。美味しかった。ビーム、マイビーム、たっぷり。たこ焼き。きれい。柔らかいね。柔らかいね。なんかもう湯気立ってるよ。気をつけて食べてね。おいしい。お召し。タコたっぷり。美味しい。タコの香りがすごい。足のところも美味しいんだよ。タコ柔らかい。美味しそう。美味しい。おおきにまた来てや。風がそろそろ出る
ことによってみんな使わなくなっちゃう。風を避けながら食べる。始まってる？ソフト。美味しい。美味しいけど、溶ける速さが早くる。尋常じゃなかった。風強すぎるやろ。